皆さん、ごきげんよう。上川かおりんです。ヤフー知恵袋を見ていたら、下記の質問がありました。今回は、こちらの質問にお答えしたいと思います。それでは、早速行ってみましょう。質問1、5G 通信についてです。iPhone SE 第3世代を使ってます。外で使っているとき、たまに 4G から 5G に変わる範囲があるのですが、5G の方が断然遅くなります。特に設定などしていないので、よくわかりませんが、なんで 5G の方が遅くなるのでしょうか。今は設定で無理やり 4G のままになるようにしてます。2022年10月9日ということなんですが、私も最近 iPhone SE2 から iPhone SE3 に乗り換えたばかりで、そういえば iPhone SE3 って 5G 通信可能だったよねということを思い出しました。今まで忘れてました。そのあたりは何も期待してませんでした。まあこの点ちょっと気になりましたので、今回早速調査してみました。1、まず私が使用しているキャリアはアハモです。アハモでは特に追加料金や設定は必要なく、自動的に 5G が利用可能でした。アハモでよかった。2、5G 通信可能エリアか。ということですが、私の住んでいる場所は東京ですが、私の家の周りは残念ながら未だ 5G 未対応でした。しかし、5G 通信可能エリアがすぐ近くまで来ていることが分かりましたので、iPhone SE3 を片手に持って、自転車でとことこ行って測定したところ、なんと 4G から 5G に切り替わる場所があることが分かりました。つまり企画通り、私の iPhone SE3 でも 5G 通信できるんですね。やったね。まあ私の iPhone SE3 って安物なのに結構やるじゃんかよ。では、どのくらい速くなったのでしょうか。4G と 5G の境目の場所では、やはり質問者さんのように速度が安定しないので、中心部分と思われるところまで車で行って、Google スピードテストサイトで早速測定してみました。その前に、自宅での 4G 通信でのスピードは、下りダウンロード 44.1Mbps、上りアップロード 5.42Mbps 程度でした。しかし、5G 可能エリアで測定したところ、下りダウンロード 189.4Mbps、上りアップロード 53.0Mbps、つまり下りで 4.29 倍、上りで 9.78 倍の通信速度が出ることが分かりました。やったー、すげーな iPhone SE3 と思ったんですが、はて？これで何か劇的に生活変化するんでしょうかね。だいぶ前に 5G に変わったらバラ色の未来が待ってるみたいな宣伝してたわよね。あれって嘘じゃね？そもそも自宅では私の家には光回線を引いてますし、Wi-Fi で 600Mbps の速度を早朝には出すこともできます。日中でも 400Mbps を切ることはありません。つまり、光回線の Wi-Fi ならば、5G の3倍以上の速度が常時出ています。では、家の光回線を止めてしまって、5G 回線単独で容量無制限契約にすれば、そもそもアハモにそのような契約は今のところないと思いますが、プロバイダもやめてしまって、かなりのコストダウンができるのかなとは思いましたが、それも未だ自宅には 5G 来てないし、将来的な話になりますよね。しかしそれも、現状の 189Mbps 程度の速度では、回線利用者が増えた場合、全然安心できませんよね。では外で 5G 回線利用で何が利点があるかというと、YouTube 閲覧や動画ダウンロード、アップロード、またはクラウドへの転送などは
今よりは早くなりますかね。まあ、でもその程度かな。まあしかし、自宅でも将来 5G1 本にすれば、通信費用が月1万円以上は確実に安くはなりますかね。まあ、でも通信環境は今より悪くなりますわな。以上です。